皆さんどうもこんにちは。最近ね、外で編集するのが気持ちいい季節でしてね、よくお外にいるんですが、今回はバーンサイクルキャップのお話です。今回はね、サイクルキャップの、メリット、そのあたりでね、お話ししていきたいと思います。サイクルキャップっていうのは、被ったことある人がほとんどだと思いますけども、こういうやつで、僕もね、たまに被ったりするんですけども、どっちかっていうと冬の方が被る機会は多いかなっていう感じです。僕の場合はね。ではね、パッパいきます。まずはメリットについてお話していきたいと思います。サイクルキャップのメリットはですね、なんといっても深いその被り心地、そして短いつばが特徴だと思います。短いんですけども、絶妙に日よけとして効いてくれます。結構ね、西日が眩しい時とか、個人的にはかなりね、使えるなと思ってるんですけども、長すぎると走行の時に邪魔になっちゃうんですよ、つばが。こうね。でも、短すぎるとね、肝心のその日よけとしての効果がほぼないので、絶妙な位置にあって、ちゃんと深くね、上手に被ることで、眩しいのをね、ちょっと抑えてくれるというような感じになってます。で、さらにですね、これ後ろに被るとですね、ここの短いつばが日陰になって首焼けを若干抑えてくれます。首焼けると結構ね、体疲れるんで、ジャージと、影でほとんど焼けなくなると思います。そしてですね、冬に関しては防寒着として役に立ちます。例えば冬のね、朝とか超寒いじゃないですか。海沿いとか、山の中もそうですけど、寒いところっていっぱいあるんで、そういったところで非常に役に立ちます。風を防いでくれたりとか、そもそも防寒着として、被るとちょっとあったかいみたいな感じでですね、結構使えるシーンが多めです。なんやかんや年中使えるのがサイクルキャップですね。僕はですね、意外にこうヘルメットかぶった時のこの隙間から入る風が、冷たいと頭の中がクールダウンされてシャキッとするので、実は僕は冷たい空気が頭を通り抜ける感覚はね、結構好きなんですけども、その辺はね、好みがあると思うんで、で、あとはこれはね、かなり重要なポイントであるんですけど、汗止めとして役に立ちます。ヘルメットにもよるんですが、被ってると長時間走ったりとか強度上げたりすると汗がすごい出るんですよ。その時に、ヘルメットからそのままぐわーっと汗が来てめちゃくちゃ目がしみるみたいな、もうめちゃめちゃべちょべちょっていう感じになるんですが、サイクルキャップをかぶるとですね、汗を吸収してくれて滴りにくくなります。で、ものによってはこうスポーツ素材使われてるものとか結構多いので、ある程度吸収してくれますが、正直ほとんどの人、僕なんかはもうがっつり汗かくんで、もうこのキャパをオーバーして結局ぐじゅぐじゅにはなっちゃうんですけども、何もしないよりかは全然がっつりとね汗吸収してくれるんで、この目にね汗が入るみたいなことは結構防げるんじゃないかなと思います。あとはですね、サイクルキャップをした後にヘルメットをかぶるとですね、より頭にフィットすると言われてますけども、個人的にも確かによりフィットしてる感じは、あります。頭ってさ、結構いろんな形してるので、まん丸の頭ってなかなかないんですけども、サイクルキャップをかぶることでよりこうね、ヘルメットと密着してくれるのでフィット感が増します。で、フィット感が増すと何がいいかっていうと、万が一落車した時によりねしっかりとヘルメットが機能してくれます。ヘルメットと頭の隙間ができることによって、衝撃が結構ねガーンと来たりするので、ここが密着してれば落車とか事故があった時なんかでもダメージをね結構最小限に抑えてくれるということで、安全面に関してもサイクルキャップをかぶることは結構大事です。このサイクルキャップ自体もほぼ防御力ないかもしれないけども、一応ね1枚布が入ってるので、いわゆる擦り傷とかそういったものを防いでくれるので、安全面防御力もちょびっとアップします。結構アップすると思います、このフィット感は。あとはですね、いろんなデザイン、いろんな柄があるので、単純におしゃれアイテムとして使うのもいいと思います。トータリコーディネート、例えば僕は今日のネイビー系ですけども、ネイビーだからネイビーに合わせてみようっていうのもいいと思うし、ちょっとねアクセントでこういうビビッドな派手なカラーのデザインを選ぶのもいいと思います。
おしゃれアイテムの一つとしてね使うのはいいのかなと思います。僕はね私服なんかでもかぶっちゃうぐらい結構やっぱり気に入ってますよ。あとねこれ個人的にかなりねポイントなんですけども、お店に入るときに髪型気にしなくていいです。サイクルキャップかぶってるとよくあるのが、僕はね髪短いんであんまないんですけども、髪が長い人なんかってこう長時間かぶってるとこうヘルメットのこの隙間から髪の毛ピョコって出てる人とか結構いるじゃないですか。あとはヘルメットってこうボコボコしてるので、髪の毛が多少長い人はヘルメットを取った後そのボコボコの形が残っちゃうんですよ。なんかこうボコ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 ってヘルメットの形になっちゃうんで、ちょっとかなり髪の毛がぐちゃぐちゃで見栄えが良くないです。なんですが、サイクルキャップかぶってればもう髪型とか気にしなくていいですよね。もうこの中に収まってるんで、ヘルメットをこう脱いだとしても身だしなみは整った状態でお昼休憩とかカフェとか行っても、遜色なく行けるので、結構そういった意味でもおすすめです。僕結構見た目重視系のタイプなんで、これはかなり大きなポイントですね。ここまでねいいことばっか言いました。基本的にはでもサイクルキャップはいいことが多いです。デメリットっていうのはほとんどないです。ただ個人的に感じた、デメリットになりかねないポイントをいくつか言うと、サイクルキャップっていうのは浅くないんですよね。しっかりとこうピタッと体にフィットするように作られてます。なので頭の締め付け感っていうのは多少あると思います。やっぱりあるとないとでは開放感が全然違う。普通のキャップよりも結構しっかりと頭にくっつくので、人によっては不快感を感じる人もいると思います。めっちゃ日が出てきた。今日めっちゃ日が出てる。眩しい。でもサイクルキャップかぶると絶妙にこう抑えてくれるんですよ。あとはですね、正直蒸れますね。頭の中は何もしてないよりかはやっぱり蒸れやすくなります。こういったすごいこれイザナギって言うんですけど、かなりこう空気が入るように工夫されたヘルメットの形をしてるんですけども、やっぱり風が入ってこなくなるので、やっぱ蒸れやすくなります。ただですね、こういった問題はこのサイクルキャップの素材とかによって、解消できます。僕が持ってるのはほとんどポリエステルとかコットン系なんですよね。なんで、ベーシックではあるんですけども、結構やっぱり蒸れやすい方だと思います。ものによってはここがね超メッシュになってるやつとかもあるので、夏場なんかはねそっちの方が絶対いいと思います。で冬場なんかはこれでもいいですし、もう超極寒はこういうウールだったりとかフリース素材のものもあるので、こういうのをチョイスしてもいいと思います。ただこれ結構暑いですけどね。こんな感じで被るんですけど、自転車乗るときって耳めちゃくちゃ寒いんですが、この耳の部分、ちゃんとねカバーができたりとかするので、真冬はこれはかなり調子いいです。暑くなったらねちょっとこうめくればなんとかなるのでてな感じでしょうか。今ちょっと工事してるんでちょっとうるさかったらごめんなさいなんですけど、こんな感じでですね、サイクルキャップっていうのは基本的には自転車乗る上でメリットが多いものなので、興味がある人とか被ったことない人はぜひね被ってみるといいと思います。面白いと思います。僕はね最近被る機会がちょっと減ってきちゃったんですが、なぜかというと最初の方に言ったんですが、僕風がこの頭を抜ける感じがすごい好きなので、夏と冬両方ともなんですけど、なんでカブトのイザナギってやつを使ってるんですが、これはすごい風の抜けがいいので重宝してます。でヘルメットによってはこう裏にですね汗止めかつ汗をこう額からこう逃がしてくれるような工夫をされてるものも結構ありますので、必ずしもサイクルキャップかぶってくださいとは全然言わないんですが、自分のね好みに合わせていろいろとねかぶってみるといいんじゃないかなと思います。それではね今回の動画は以上でございます。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画お楽しみに。